今日はしそが入りましたので、通常の市販の分で5玉ほどになりますけども、今日はこれをしそや梅の中に入れていこうと思います。しそはまずきれいなしそですけども、一応大きい葉だけをちぎっていきます。しその葉を全部きれいに外しました。これで、700から800グラムほどあります。これを流水で2、3回よくきれいに土やら汚れを落とします。流水で、きれいに、洗います。洗って、ざるに、あげます。きれいに洗って、水切りしたしそです。これを今度は塩もみしていきます。塩は梅を漬けたのと同じ百姓庵の塩を今日は使います。これを一握りほどぐらい2回に分けます。これを揉んでいきます。しっかりアクが出てきました。でこのアクは捨てます。一応これは1回目はしっかり絞ってアクを抜き別の容器に置いておきます。出たアクはこれ1回目ですけども、これは全部一応捨てます。そして、もう一度私はいつも2回やってますので、これで、残りの塩を少し入れてもう一度絞ります。2回を揉んだらもう一度これは絞ります。そして、これは先ほど梅の袋の中から取った梅塩です。これは梅酢ですけども150ほどありますかね、180ほど。これを最後3回目ですけど入れて混ぜました。で、今度は梅をつけていきます。まずしそを下の方にちょっと、これは先ほどホワイトリカーですけども、これをまんべんなく吹きつけて一応消毒をしてますけども、これにしそを少し入れて、この桶はホーローの容器です。この中にこれを入れていきます。柔らかい上です。出ましたらちょっと
シュッとして、梅がこういう形で、並んでます。この上にまたしそを置きます。こういう感じで、順番に並べていきます。漬け込みました。で、汁がまだ上まで、上がってないで、全部が浸かっていない状態なので、これは落とし蓋ですけども、これを今ホワイトリカーで、消毒しました。やっぱり一番カビが怖いですので、消毒してます。で、これをこの上に置いて軽く重りをすると上まで汁がかかりますので、汁がかかるような状態で、保存したいと思います。夏の8月ぐらいに天日干しをして、さらに保存していきます。梅を漬け込んで、今この状態で一応完成です。